こんにちは、ずんだもんなのだ。今日は、中米の小さな大国、コスタリカについて、最新ニュースを交えながらお届けするのだ。今回取り上げるニュースは3つ。その中でも、ずんだもんが一番注目しているのは2つ目のニュースなのだ。実はコスタリカでは、医療機器の輸出がとっても重要な産業になっていて、2025年11月までにおよそ101億5600万ドル、国の輸出全体の 48% を占めるまで成長しているのだ。輸出先の約7割はアメリカで、アメリカ政府は安全保障の観点から医療機器などを調査して、4月から 10%、8月から 15% の追加関税をかけているのだ。でも、コスタリカとアメリカは DR、CAFTA という自由貿易のルールに立ち戻って、関税 0% とサプライチェーンの強化を目指して、2026年まで交渉を続ける見通しなのだ。専門家たちは、コスタリカが信頼できる供給国としての地位を守れるかどうかが、これからの雇用や投資の鍵になると見ているのだ。そんなコスタリカの今と未来を一緒にチェックしていくのだ。コスタリカは中米にあり、北はニカラグア、南はパナマ、首都はサンホセなのだ。1821年にスペインから独立し、1948年に軍を廃止した安定した民主共和国なのだ。人口は約500万人で自然と共生する暮らしが特徴なのだ。主要産業はエコツーリズムやコーヒー、バナナなどの農業、IT や再生可能エネルギーなのだ。現在は生物多様性保護や脱炭素、持続可能な観光が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。ホストス、理事市、ドミニカ共和国の官僚で BCIE 元理事、ロドリゴ・チャベスの仲介者とされ INS を再保険のツアーに結びつけたと報じられるという記事なのだ。コスタリカで国営保険会社 INS の再保険契約をめぐる疑惑なのだ。ドミニカ共和国の政府高官で当時 BCIE 代表だったホストス・リジクが2025年1月に再保険の帝王と呼ばれるエクアドル人実業家ディエゴ・サンチェス・シルバを INS 幹部に紹介したとされているのだ。サンチェスは母国で国営保険会社セグロス・スクレの契約維持のため元高官らに少なくとも76万ドルの賄賂を支払ったと証言している人物なのだ。INS 前総支配人によると、リジクはこの場で大統領府と再保険会社と INS の仲介役と名乗ったが、BCIE は機関としての関与を否定しているのだ。リジクは2022年以降、少なくとも7回コスタリカを訪問し、大統領ロドリゴ・チャベスとも面会していたのだ。2つ目のニュースなのだ。医療機器はすでにコスタリカの輸出のほぼ半分に、2026年の米国との交渉で何を期待すべきかという記事なのだ。コスタリカでは、医療機器の輸出が2025年11月までに101億5、600万ドルとなり、国の輸出全体の 48% を占める主力産業になったのだ。輸出先の 69% はアメリカで、アメリカ政府は安全保障を理由に医療機器などを調査し、4月から 10%、8月から 15% の追加関税をかけているのだ。両国は DR、カフタの原則に戻り、関税 0% とサプライチェーン強化を目指して2026年まで交渉を続ける見通しで、専門家たちはコスタリカが信頼できる供給国としての地位を守れるかが雇用と投資の鍵だと指摘しているのだ。3つ目のニュースなのだ。立法議会が補欠を任命する間、憲法裁判所の裁判官らは休暇を控えるという記事なのだ。コスタリカの憲法裁判所では、補欠の裁判官の任期が12月16日に切れたのに、国会が少なくとも9人の後任をまだ選んでいないのだ。そのため、7人の本人裁判官は2025年末から来年にかけて、集団休暇日以外は休みを取らず、
交代で当直して24時間体制を維持しているのだ。補欠不在で忌避や事態が出た事件は止まっており、特に2022年選挙の違法資金疑惑でロドリゴ・チャベス大統領の免責を外す手続きが進められない重大な影響が出ているのだ。裁判所は機能麻痺を避けるため国会に早期任命を強く求めているのだ。澄んだもんの一言なのだ。自然と産業が輝くコスタリカ。だが再保険疑惑や裁判所の停滞は深刻。透明性と公正な対応を望むなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。